こんにちは、オートウエスト遠藤です。今回は BMW のコーディング第2回目ということで OBD2 ツールカーリーを使ってエアコン周りの設定をコーディングしていきたいと思います。今映っているのはタコメーターですね。この AC と連動させてタコメーターの回転数を上げるといった設定変更をすることもできますので、ぜひ参考にしてみてください。ここバンクーバーではもう早くも落ち葉がちらほらあるような、そんな季節になりました。今回コーディングしていくのはこの BMW X5 E70 というモデルです。以前カーリーの接続の仕方などは第1回目でシェアしましたので、よければそちらもチェックしてみてください。それでは OBD2 ツール、ここのポートですね、ここにカーリーを接続していきます。こういった OBD2 ツールは Bluetooth だけを飛ばすものもあれば、この僕が使っているカーリーというものは Bluetooth と Wi-Fi 両方飛ばしている、そんな仕様になっています。それでは iPhone に接続していきたいと思います。iPhone には Wi-Fi を使って接続をします。先ほどのアダプターから Wi-Fi が飛び始めますので、それを拾って、そしてカーリーというアプリですね、こちらを立ち上げていきます。前回はウィンドウ周りのコーディングを行いました。今回は IHKA というエアコン周りの設定をしていきたいと思います。アプリの方では今 iPhone とこの車の ECU、 それの接続を終えたところです。そしてコーディングのボタンがありますので、それを押してコーディングの画面に入っていきます。そうしますと、まずどの項目がコーディング可能か、設定変更可能かというところを調べる画面に行きまして、少し待つとこの画面になります。一番上にありますのが CAS、 前回やりましたね。2番目の IHKA、 今回はこちらのカテゴリーをいじっていきたいと思います。今バックアップを取る作業に自動的に入りまして、なので今から行う設定変更を間違えてしまった場合は、そのバックアップからリストア、レストアすることができます。今回ざっと見ましたが、前回に比べるとそこまで項目は多くないようです。それでは一番上からやっていきましょう。こちらはエンジンを止めた際にエアコンの設定を保存しておくか否かと、その切り替えをすることができます。僕は保存するにしていますので、また次車に乗り込むタイミングで同じ温度設定であったり風量の設定をそのまま再開することができます。キーが1から4までありますが、最大4つまでリモコンキーそれぞれにその設定を割り当てることができるということになります。続いてオフモード、メモリとあります。エアコンをオフにしていてエンジンを止めてまたエンジンをかけた場合、そのオフにしていた状態を覚えてくれていると。最初の項目と重なる部分もあると思います。エアコンをつけたままエンジンを止めた場合は、その設定が最初の項目で維持され、そしてこちらの項目をオンにすることによってエアコンを止めた状態でエンジンを止めた場合、次エンジンをかけるタイミングでエアコンは止まったままと。この項目はエンジンをかける際に自動的にエアコンがオンになってしまうのが嫌だという人用だと思います。僕もそれをしないようにこの設定をオンにしております。それでは次の項目に行きましょう。こちらはエンジンのスピード RPM ですね。エンジンの回転数をエアコンをつけたタイミングで少し多めに回そうと
そういった項目になります。今アイドリングしている状態で500回転ぐらいです。ちょうど今エアコンをオンにしたところですが、徐々にだいたい200回転ぐらいでしょうか。こんな感じでタコメーターの数値が上がっていきます。そして今エアコンを止めました。そうしますとまた500回転に戻ります。僕はこの設定をオンにしてエアコンをつけた時には回転数が上がるようにしています。もちろんその分燃費は悪くなるんですが、なぜこの機能があるのかと言いますと、エアコンのコンプレッサーはエンジンの動力を使っているので、エアコンをつけた後もつける前と同じ回転数でいますと、エンジンの車が前に進む力、それが犠牲になってしまうんですね。その車のパフォーマンス、エンジンのパフォーマンスを下げずにエアコンを使いたいと、そういう人向けの設定になります。僕も一応この設定にしております。だいたいエアコンのコンプレッサー回すことによって2馬力とか3馬力ぐらいはそちらに使われると言われています。エアコンをつける前、つけた後でアクセルのね、感覚、そういったものをキープしたい場合は、この回転数をエアコンに連動してあげるという設定にするといいと思います。一旦ここで試しにその設定をオフにしてみました。エアコンをつけた後でも特に回転数に変化を与えないという設定です。見てみましょう。今エアコンをオンにしていますが、はい、風量も上げていますね。はい、回転数は500回転のままということになります。パフォーマンス重視でしたらこの設定をオン、燃費重視でしたらこの設定をオフにするといいと思います。はい、それではもう一度、僕はこの設定オンが好きなのでコーディングし直してみます。オンにして、そしてコード Now というボタンを押しますと、はい、今コードをしている最中で一瞬エアコンの音が小さくなりましたね。はい、そしてまたタコメーターを見てみます。そうしますと徐々に、はい、だんだん上がり始めましたね。100回転、150回転ぐらいでしょうか。プラス上乗せされている感じです。そしてエアコンを止めると500回転に戻ると。はい、そういう状態にしております。さあ、次の項目に行きたいと思います。この BMW X5 にはオートモードというボタンがあります。弱、中、強のような感じで3段階エアコンの効き方を選ぶことができますが、そのボタンに関してこの項目ではオートボタンを押した際必ずエアコンをオンにするかというそういった設定変更ができます。ちょっとややこしいんですけども、この項目でオンにしますとエアコンが自動的につかない。そしてこの項目をオフにするとオートボタンを押しただけで自動的にこの氷のマークですね、エアコンがオンになるという設定です。僕はこの項目をオフにしているので、今オートボタンを押しましたが自動でこのエアコンがつきましたよね。もう一回押してみます。はい、オートボタンを押すとこのエアコンもオンになってコンプレッサーが回るという設定です。それではここでも試しにこの項目をオンにしまして、一応これ全てのキーに対してオンにして試してみます。そうしますとこのオートボタンを押しただけではエアコンのボタンがオンにならないと。はい、このオートボタンを押します。今少し車の奥の方で設定変更しているような音がねしますので、ちょっと待ってみました。はい、オンになりませんね。そしてここで初めてエアコンがオンになったと。はい、
でエアコンをオフにした状態でエアコン自体を切る。そしてまたオートボタンで再開する際にエアコンボタンは連動しないと、そういった設定になります。ちなみにこの僕の X5 のエアコンのブロワーモーター、それがもう結構ブラシの部分がもう痩せ細っていますので異音がしてますよね。なので送風しているのかしてないのかもう音でバッチリ皆さんにも伝わっていると思います。はい、それではこのオートボタンとエアコンボタンが連動するように設定、コーディングし直してみます。はい、そうしますと奥の方で設定を変更しているような機械音がします。はい、それでは音が止まるのを待って試してみましょう。はい、このエアコンボタン自動でつきましたね。送風だけにしたい、オートモードで送風だけにしたいという方はこの設定をオンにするのがいいと思います。夏場などはもう必ずエアコンをつける前提でオートモードを押しているので、僕はこの項目オフの設定にしています。はい。ということで、次の項目もね、見ていこうと思ったんですが、実はこれで終了と。前回に比べて全然少ないですよね。3分の1ぐらいかなという感覚的にはそんな感じでした。このエアコン周りの設定は今回以上となります。一応この X5E70 2008年式なんですが、このナビの部分の iDrive と呼ばれるものですが、設定項目非常に少ないです。このね、ジョグダイヤルのようなもので設定ができるのですが、温度と風量と、あとシートヒーターですね。ちなみにこの X5 にはそのオプションがついていません。そして以前動画で紹介しましたオートベンチレーションという機能、そのくらいなもので、それ以上の設定をするにはやはりこういった OBD2 ツールでコーディングしてあげるとより便利に使えるのかなと思います。そしてコーディングが終わった際にはこの OBD2 ツールカーリーを車体から外します。常時電源でこの OBD2 ポートはつながっていますので、このアダプターを接続したままですとずっと Wi-Fi の電波を飛ばして電力をね消費しますので、バッテリー上がりになってしまいますので忘れずに抜いておきます。ということで今回はエアコン周りのコーディングを紹介しました。まだあと6項目ですかね。一つずつ紹介していきたいと思いますので、ぜひご期待ください。ということで今回の動画参考になったという方はいいねボタンを、こういった OBD2 ツールコーディングの動画また見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。